世界中の皆様こんにちは。盆栽パークパルプンテです。今日はこちらのカエデの植え替えを5分以内で終わらせていきたいと思います。まずは下処理として、枝を剪定したり針金をかけたりしています。剪定や針金かけを冬にサボっていたので今しています。結局植え替えの動画を上げてるんですけれども、このカエデ重大な欠点があるのが分かりますでしょうか。この欠点を解消するために結局はこの後改作をします。その欠点に僕が入手当時から気づいていれば他の方法もあったかもしれませんが、今回大手術になるかなと思います。大手術の動画は次回上げようと思いますので、今回5分間ありますので、もう気づいてる方は気づいてるとは思うんですけれども、どういうふうに僕が直していくか、考えてみてください。僕のやり方が合ってるか間違ってるかはちょっとわからないですけれども、皆さんだったらこの回でどういうふうに良くしていくかなと楽しみながら見ていただけたら嬉しいです。ではそろそろ下処理が終わりますので植え替えに入っていきます。今回の動画は5分以内ということで、要所要所で動画を編集しています。赤玉単葉なんですけれども、土がべちゃべちゃでした。ダオン鉢の時とかはあまり感じなかったんですけれども、こういった化粧鉢の時にはちょっと赤玉単葉はやめた方がいいかもしれないですね。このカエデは去年の3月13日に植え替えをしていて、その時の動画も上げてるんですけれども、1年でカエデはこれだけやっぱり根が張りましたね。去年よりもしっかりとした座になってきました。去年しっかりと処理をしていたのでほとんど太根はなかったですね。表面に見える部分の根を整理していきます。ちょっと正解はわからないんですけれども、僕の感覚としては見た目がやっぱり大事だと思うので、見てかっこよくない根は切ります。で、絡んでいる根っていうのはこういった感じでほぐしていきたいと思いますので、この作業が丁寧にやる必要があると思います。大事な細い根を切らないように丁寧にやっていきます。こういった太いところでも切るところと切らないところの基準は、かっこよさが僕の中では基準なんですけれども、基本的に浮いてしまっている根は切っています。傷のところはカットパスタを塗っています。普段ゴロ土も使わないんですけれども、今回は赤玉がべちゃべちゃだったので下に砂を敷きました。しっかりと正面を決め、角度を決め固定します。使用している用土はいつもの通り赤玉土 100% でいきます。皆様の環境に合わせて配合してください。今日はしっかりと水苔を張っておこうと思います。今日は虹が出ますでしょうか。ちょっとだけ出てましたかね。それではそろそろ5分になるんですけれども、
皆様だったらこの楓どうやって良くしていきますでしょうか。これは去年の植え替え時との比較です。まあどうしても気になる欠点がありまして、なんで今まで気づかなかったんだろうと思って後悔していますが、ただですね、結果その方が良かったんじゃないかなっていうふうにちょっと楽しみでもあります。次回の動画であげようと思ってますので、気になる方はぜひ見てください。気にならない方も、ああなるほどねと、見ていただけたらと思います。それではチャンネル登録して次の通知をお待ちください。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。またね。バイバイ。